はい。梅原さん、こんにちは。いつも応援しております。私は27歳の社会人です。梅原さんにトップ層と上位層の違いについて見解をお伺いしたいです。これも人事相談ケースね。自分で言うのも変な話なのですが、私は今まで大抵のことは上位層にいることができていると考えています。前にもね、こんな人いたよね。大学時代の成績は10位以内であったり、会社でも同期の中で比較して早期に難易度の高い資格を取得したり、7番目に高い評価をいただけています。スト6についても同様で、マスターまで10キャラ行くことができていますし、MR1600 から1700の人に勝ち越すことができています。マスターからが本番とおっしゃる方もおりますが、現状のマスター人口が上位 7% から 8% であることから上位層と考えます。ここまでだとただの自慢話のようですが、私は10位ではなく1位、マスターではなくレジェンドになりたいのです。しかし現実は厳しく、努力してもなかなかトップ層との差を縮めることができず、他にも私では言語化できない何かがあるのではないかと最近感じています。そこでプロゲーマーとして各芸界のトップ層に長くおられ、数々の大会で、優勝された、経験のある皆さんにトップ層と上位層の違い、その差の埋め方についてお聞かせいただきたいです。よろしくお願いします。意外とこういう悩みを持ってる人っていうのは多いんですよね。なんかね、俺もね、このプロゲーマーという仕事を、始めてからこういう人には結構会う。なんか特に高学歴の人とかね、結構こういう悩みを持ってる人多いなっていう、印象なんだけど、おそらくですよ、この人が上位層に行けない理由っていうのは、考えられる理由というか、どういうふうに言えばいいかな。この人よりも上のランクにいる人たちがどういうタイプか。で、2パターンあります。一つは単純に、申し訳ないんだけども、あなたの上位互換というものがやっぱりいてですね。で、おそらくこの人の得意なことっていうのは、暗記とか、覚えたりすることと、真似だと思うんだよね。ちょっと言い方悪く聞こえるかもしれないけど、モノマネや暗記が得意なタイプ。全然悪い意味で言ってないんだけどね。モノマネが得意な人なの。で、その上位互換にはまずあなたはかなわないと思う。で、じゃあそれ以外の人はどういう人たちかっていうと、モノマネ暗記型ではなくて、強いて名前をつけるのであるとすれば、法則型だと俺は思ってる。俺はそのタイプだね。で、法則型ってどういうことなのかっていうと、この人はその成功したものとかを一つ一つこういうもんだっていうふうに覚えてってるんだと思うんだ。おそらくね。知らない人だけど多分そうなんだよ。で、これだとうまくいくのか、これだとうまくいくのかっていうのをぶつ切りに覚えてるわけ。点でバーって覚えてる。で、法則型。俺は自分はそうだと思ってるっていうのは、なんでこれはうまくいったのかっていうのを一個ずつ考える。そうするとうまくいくことの法則っていうのは見えてくる。ね。で、じゃあ例えばの教えおじさんなんで、じゃあ例えを出しましょうか。ね。じゃあ、そうね。じゃああなたが王様の家来だとしましょう。ね。で、王様から技術者。王様の家来の技術者だとしましょう。で、あなた暗記型です。で、もう一方で法則型がいます。で、王様からこう言われました。最近自動車っていうもんができたらしいから乗りたいと。で、お前ら作れって言われる。で、それぞれにその指令を出す。で、あなたはね、まずその資料を取り寄せて、こういうふうにすれば車ってできるんだ。つってパパパパパパってやっちゃう。それはもうね、能力はあるんですよ。そういう、これが車かって見て作れる。で、王様に提出すると、これか、すげえ快適な乗り物だな、お前さすがだなって褒められる。一方で法則型っていうのは資料を取り寄せます。で、車の完成をこういうことができるんだ。だけど、これなんでこれで動くのってまず考える。なんで動くの？
で、本当にこの形じゃなきゃダメなの？二輪はどう？三輪はどう？五輪にするとどうなっちゃうの？とか、いろんなことを、タイヤはこれじゃなきゃダメなのとか、いろんなことを考えてるわけ。てか、考えずにはいられないの、そういう奴らって。で、そうこうしてるうちにさ、お前まだできてねえのかよって怒られちゃう。王様に。早く作れよって。すいませんって。もうできるんで待ってくださいって。だけど、いつまで経っても、出来上がんない。なぜかというと、いちいち試してるから。なんでこれ車って動くんだろうなとかさ。何が、どれが必要でどれが必要じゃないのかなって。全然出来上がんないけど、もうええやっつって。で、これだけ聞くと、暗記型、モノマネ型の、独壇場なんだけども、人生ってのはこの先が大抵あって、今度また王様に呼び出される。ちょっとさ、もうちょいスピード出る車作れないみたいなこと言われるわけだ。そうすると、ね、おそらくだけども、あなたは困る。トリオスタ資料に、速く走らせる方法なんか書いてなかったぞ。こうしてこうしてこうすれば動くっていうのは、その説明、その指示通りにやったからわかるけど、どうすれば速くなるのか。軽くすればいいのかなみたいな。で、そういうことを考えてる。一方で、法則型は、最初は呆れられてたけども、はいはい、スピード、こうすると速くなるからね、オッケーオッケーオッケーつって、もう、速い車作っちゃうわけよ。で、王様速くなりましたよつって。で、この段階に来ると、その法則型と暗記型には差が生まれ始める。で、もうこっからもすごいよ。王様っつって、坂道走れるようにしてきましたよとかさ、王様って、実はこれ屋根いらないんで、天気のいい日は、なんか、屋根取っ払った車出してくださいよとかさ、どんどんそうやって提案していく。ドアも別にこれ、引きドアじゃなくていいんですよ、実は、みたいな。なんかこれ縦に開けちゃいました、みたいなさ。そう。これが、要するに何が必要で何が不必要かっていうことをきちんと分析した人間の強みなんだよね。で、ただね、これ、こう話すと法則型の方がいいように聞こえるかもしれないけど、やっぱね、これね、所詮スパンなんですよ。さっきの話で言うと、王様がとりあえず車作ってくれっていう段階で王様の指令が終わってたら、暗記型、モノマネ型が、お前、よくやった、褒美を取らせるぞで終わってる話なわけ。今回はたまたま王様がもっと速い車ねえのって言ってきたから、ああでもねえ、こうでもねえって言ったやつに活躍の場があったんだけど、そう。だから、カードゲームでいうところの、アグロみたいな感覚だと思ってる。君みたいな人は。で、一方で、俺みたいなタイプは、時間かかるから、コントロールみたいなタイプだと思う。で、これは、活躍できるタイミングが違うっつうだけなんだよね。で、これで、じゃあ王様が、もういい、法則型君、もういいよと。俺もう車飽きた。次船頼むわ。つった時には、また、この暗記型、モノマネ型の人が、とっとと船作って、いいね、船ってなるわけ。で、この繰り返しなんだよ、結局。どの段階で本領を発揮するかっていうのは人それぞれ違う。で、この人が言うように、ただ、スパンが長いじゃん。仕事だったり、こういう勝負事っていうのは。で、スパンが長いことをやってしまうと、この人の得意な、段階を過ぎてしまって、そういう、なんていうか、後から伸びてくるタイプに勝てなくなっちゃうということなんだよね。で、その差の埋め方についてっていう話をするんであれば、さっきも言ったように、あなた以上にあなたのような能力を持ってる人間がまずいますと。で、そういう人には同じやり方をしても叶わないよね。だから、やるとしたら、じゃあ、その1からね、法則を学んだりとかして分析したりして、やっていくのがいいんじゃないのかなっていうか、俺はそのやり方しかできないんだけど、っていうのをお勧めする。で、そのやり方っていうのは簡単というか、やり方がちゃんとあって、考え方っていうのがちゃんとあるの。それはどういうふうに考えるかっていうと、まず、じゃあ車がバンって来ました。これが車ですっていうのがありました。で、今までは疑問を感じることなく、その車を作ってたかもしれない。でも、そうではなくて、本当にこれがベストかとかさ、
本当にこれじゃなきゃ動かねえのかとかさ、いろいろ試してみる。でいろいろ試した。3輪もやった2輪もやった。で確かに4輪って理にかなってるな。でも理にかなってるなっていうことが分かるじゃん、そうすると。で思考の順序としては、本当にそうか、本当にこれじゃなきゃダメなのか、ダメなのか、そしてそうだとしたら、もしダメなんだとしたらなぜなんだって、なぜ四輪がいいのかとか、なぜこのタイヤがいいのかとか、なぜこの形がいいのかとかっていうことを考えていく。でそれを考えて自分なりの結論ができたら、じゃあどこなら変えれるんだと、どこに改良の余地があるの、どこに変化の余地があるの、どこに遊びの余地があるんだっていうことを今度は考えるっていう風に手順で考えていくと、オリジナリティのあるものが作れたり、戦略を埋めたりするわけで、要はこういうさ、ゲームの世界もさ、誰もやってないことやったら勝てるに決まってるって見たことないんだから、つまり個性っつうのはイコール勝率につながっていくわけで、おそらくこの人は個性的なプレーじゃないんだよ。なぜなら上手い人のプレーを真似してるから、だからそれが上手にできない人には勝てるけど、それをもっと上手にできる人や個性的なプレーをする人に勝てないっていう話なの。だから今のような手順で考えれば新しい世界が開けると思います。ただ、結構大変だと思う。なぜなら、今まで疑問をあまり持たずに生きてきたと思うから。疑問を持つっていう多分習慣がない。で、疑問を持つっていうのは、これね、表裏一体で、実は疑問を持たないことも才能なんだよね。というか、一般的な仕事で言うと多分疑問を持たない方が才能だと思う。で事実俺は、やっぱりその学業とか、アルバイトとかで、ものすごく怒られた。さっきの王様の例で言うと、いちいちね、考えたくもないのに疑問がよぎるのよ。なんでこの持ち方で運ばなきゃいけねえんだなとかさ、なんでこのやり方しなきゃいけねえんだとかさ、なんでこんなことやんなきゃいけないの、もういちいち頭をよぎるの。考えたくないのにだよ。でよく怒られたよ。いちいち疑問持つんじゃないって、そういうもんだと思って覚えろってよく言われたんだけど、怒られたんだけど、でもこれね、疑問を持つという、見方によっては才能、見方によっては欠陥だよね。だからいる場所によっては欠陥、いる場所によっては才能っていう。だからこの人、おそらくね、この人はその疑問を持たないっていう才能があるから、そこは表裏一体だなと思うんだけど、ちょっと向いてないことだと思うけど、疑問を持つ習慣をつけると、そういう個性的なね、何かができると思いますよ。ね。